どうも、野球好きのニートです。ベイスターズ、優勝を狙っていく年なわけなんですけど、残りね、支配下登録枠が6枠空いてるわけなんですよね。この6枠を使って、外国人また取ってくんのかな、トレード大型あんのかな、ちょっとそういうことをね、一回考えていく、そういう動画でやっていきたいと思います。まず、6枠全部使えるわけではない。そう。まあ、育成の人たちもね、シーズン中に上げてくってのもありますから、その中でも特に有望で、今年もう登録して一軍戦力になるかもしれないよって選手がね、中にはいるわけなんですよ。一押ししたいのは、庄司選手。彼はね、言ってみたらもう2軍のエース。2軍もね、去年日本一になって大きく貢献したのはこの庄司選手でしたね。チームトップの107イニングを投げて防御率 2.35。1年目じゃねえな。今年1軍の戦力になっても全然おかしくない。もうそれくらいの選手なんですよね。なんでオープン戦次第では早くも開幕前に1軍登録あると思います。そして今シーズンソフトバンクから新たに加入した笠谷俊介選手。彼はね、もう即戦力中の即戦力の育成選手と言っていいね。なんせソフトバンクでね、鍛え抜かれて、2軍で67イニング投げて、防御率2.82。彼はね、まあ先発で回ることも多かったんだけど、実はね、結構リリーフ適性も強いんじゃないかなと思ってて、変化球がすごく良くて、空振りをよく取るんだけど、でもコントロールがね、ちょっと荒れ気味で、それでうちのチーム来たと思うんですよね。そこに関しては、短いイニングに限って全力で腕振るんだったら、1年目からリリーフをね、支えてくれる選手になるかなと思っています。あとはね、他の、茎選手であったり、有望な選手も多いんで、もう1枠残して、3枠分は育成選手のために使うんじゃないかなと。そう考えるとね、6-3で、残り3枠分くらいはね、まだ空きがあると。この3枠どう使うかがね、優勝に向かって超重要ですよね。俺がね、一押ししていきたいのは、途中加入外国人。これなんですよ。ベイスターズ、外国人、間に合ってるっちゃ間に合ってるんですよね。言うまでもないっすよ。最強じゃないですか。今のベイスターズ外国人。その中で新たに必要になってくる状況といえば、オースティンが怪我で離脱して、ファーストを打てる外国人が欲しい。リリーフでもう一枚なんか欲しくなった。そういう状況の時に、途中加入はすごくいい選択肢。成功例も多いですよね。去年で言っても、巨人のね、ヘルナンデス選手がセンターに来て優勝に貢献して、あと、モンテス選手であったり、ソフトバンクのね、ジーターダウンズ。あれクラスの選手がね、途中で加入してくるんだってのは結構衝撃でしたよね。もちろんフォードもね、メジャー実績豊富なんで、多分だけどね、気持ち的にもさ、開幕の時から日本に来るっていうより、半年くらい経って、いやーどうなんだろうメジャーでっていう自分の立ち位置が見えてきた中で、途中からでもいいから試合出ませんかと、こういう声がね、結構ありがたいんじゃないかなと。なのでむしろ今の状況だと、シーズン途中の方が優秀な外国人、取りやすい可能性あるんですよね。そんな状況なんで、一枠は最低限上げておいて、いつでもね、途中加入で、シーズン途中の穴埋め的なところを担ってくれる選手を取ってくる。これはね、有力なんじゃないかなと。さあ、ということで、残り2枠。この2枠どうなのか。なかなかこっから FA とかもね、取れないんで、どうなんだろうってとこなんですけど、どうなのか。あるのかトレード。そう。トレード、今年のベイスターズ結構動いてますよね。浜口のトレードは衝撃的でしたよ。あれくらいのトレードするんだったら、また新たに足りてないポジションを埋めに来る可能性、結構あるんじゃないかなと。いやー、誰が出てくのかちょっと怖さもあるわ。誰にも出ていってほしくない気持ちはありますけど、出すんだったら外野がちょっとね手厚すぎる面もあって、手厚すぎるってこともないけど、うまく困ってるチームとお互い交換できるんだったら、これはすごくいいんじゃないかなと。誰が出るかはね、ちょっとそれはあえて予想しないでおこうと思うんですけど、こういう選手、彼が来てくれたらすごく大きいよねっ
っていう選手を、1人例挙げたいと思います。それは中日ドラゴンズのショート山本康弘選手。彼が来てくれたらめちゃくちゃ大きい。今ベイスターズに足りないの投手かなとも思うかもしれないんですけど、バウアーが来て状況変わったんですよ。投手も先発もかなりね分厚くなって、その分リリーフも厚くなって、正直今一番怖いのって森宮崎の怪我、この2点があったら割とどうしようかなっていう状況。それをね山本が来てくれたらかなりカバーしてくれるんですよね。去年の成績で言っても79試合に入れて179打席でも打率2割5分で、ホームラン1本。バックアップとしての役割は十分果たしてくれるんですよね。年齢も今年31歳で、ぶっちゃけショートがかなりダブつき気味の中日からすると痛いけど、出せんこともないかなってラインだと思うのよ。彼が来てくれればお互いねウィンウィンのトレードがうまくできて、シーズン中ショートサードでもし不測の事態が起きた時はこの山本選手をトレードしてきて、うまく穴を埋めに行くっていう、こういうこともあるかなと思います。とはいえトレードはね考えてて分かったけど死ぬほど難しいね。相手側のポジションもねどこ空いてんのかってとこもあるし、ショートサードを1軍レベルでできる選手なんてほぼほぼいないですよ。山本選手の場合はねサードもできて両方いけるのがめっちゃねピンポイントにドンピシャで合ってるんですけど、こっちもね結構思い切った選手は出す必要あるかなとは思うんですけど、とはいえね今年98年以来の優勝するためには思い切って痛みを伴うトレードもねありかなとは思います。ということでねいろいろ話してきましたけど、ベイスターズファン、そして野球ファンとして結構コアな感じだけど分かりやすく楽しめる動画いろいろ上げてますんで、感想コメントチャンネル登録高評価大歓迎ですんで、ぜひよろしくお願いします。